レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。いただき物のみかんが結構余っちゃったな。早く食べないと腐っちゃうけど、これ食べきれないな。どうしよう。そうだ、オレンジジュースにすればいい。でもミキサーないな。どうしよっかな。おう、陽介。兄ちゃんじゃん。話は全部聞かせてもらったぞ。聞いてたの？ミキサーなくて困ってんだろ。そうなんだよ。ミキサー持ってんの？兄ちゃん持ってるよ。もうこれ貸してやるよ、ほら。錆びってる。なんこれ。これちょっと立て付け悪いんだけど、これ。まあ自作だからな。自作？普通に使えるから使ってみろよ、お前。怪しいけど、もう背に腹は変えられないからな。一か八かだな。よし、スイッチオン。いい感じじゃん。お前だから言ったらお前使えるって、いいじゃん。あれ何これ、変な音鳴り。お前大丈夫だよ。いけ大丈夫。押すよ、じゃあ。いや、これはやばくない？やばいね。これやったうわ爆発しちゃったじゃん。やってくれたね、もう。いいじゃん。申し訳ねえな、陽介。もう全部もうこれもうダメだ。捨てなきゃいけないじゃん。ちゃんとしたミキサー買った方がいいな。いや、最初からそうだよ。お前お詫びに今日はお前景気が良くなりそうな掛け声しないよ。教えてやるよ。じゃあ陽介、今日の掛け声はこれだ。あいいあんあ、おいえういおい。あいいあんあ、おいえういおい。終わったか。これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介、頑張ってな。陽介さん、まもなくです。もう番組始まんじゃねえか。3秒以内にさっき教えた覚悟を叫ぶんだ。でけえみかんはおおむね酸っぺえのが多い。マサラカマサラカ飲みすぎいや飲んでないんだよ。スパイアマサラカスパイアのマサラカ。時刻は夜8時30分を回りました。スパイアボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのバサラカをお送りしていきます。はい、いや線はよかった。線はいい。でけえ。なんでそっち行っちゃったって感じ。正解は甘いみかんは小ぶりでずっしり重い。反対言っちゃった、反対。そう甘いみかん酸っぱいみかん。惜しかったね。答えは同じこと言ってんだけど、そうなんでそっち行っちゃったみたいな。そういうこと。そうということで、今日4月14日がオレンジデーということで、2月14日がバレンタインデー、3月14日ホワイトデーと続いた後に、4月14日は2人の愛情をより深め確かなものとする日として、愛媛県の柑橘類生産農家さんが記念日に制定しました。そうなんだ。もちろんオレンジデーということで、果物のオレンジやオレンジ色のプレゼントをお互いに贈り合うことが提唱されてます。なかなか広まってないやつだね、オレンジデー、初めて聞いたよ。バレンタイン、ホワイト、オレンジなんでよ。いやでもこのさ、制定するってさ、できるわけじゃん。どこだっけ、バンドフォーリミかなんかだっけな、4月4日フォーリミの日にね認定されましたみたいなのがあったけど、あれさ、自分らでできるんだってさ、バサラコもやろうよ、なんかね。でもさ、枠が365日しかないわけでしょ。でもどっかでなんかこじつけりゃいけるんでしょ。かぶってんのはかぶる場合いいのか別に。いいんじゃない、多分。そのどれが知名度が高いかっていう勝負になるから、多分バサラカの知名度で勝てそうなところに食い込ませよう、なんか。日本記念日協会で指定するための金額があるの？お金かかんの？いくらですか？1件15万から20万、やばっ、高くね？だってさ、ちょ待って、記念日に登録すると何になるの？
こうやってラジオで読まれたりするわけで。もうやだ、怖い。いやこれはもうやめようこの話題。なんかもうまあオレンジデーということで我々代表曲オレンジですが、リリースされて2年、そして、僕の加入から3年ですね。はいはい。2023年4月13日に情報が出てたので、まあ3年経ちましてということで、もうちょうど経ったんだね。ちょうど昨日だね。おめでとうございます。いやありがとうございます。ここだリスナーさんからいただいたメッセージを読みますか。たくさんいただいてますよ。ラジオネーム椎名さん、ありがとうございます。火曜20時半へのお引越しおめでとうございます。深夜帯から聞きやすい時間へのお引越しということでとても嬉しいです。そしてもうすぐ陽介くんの加入記念日おめでとうございます。めでたいこと続きでワクワクしますね。陽介くん、自分へのご褒美は今回何をチョイスしたのでしょうか。良き出会いがありますように。ツアーがまだ続くので体調にお気をつけて無事完走してください。ありがとうございます。確かにご褒美何にしようかな。で自分の欲しいヴィンテージデニム、それ買おう。いやで狙っていいんだよ。でもねやっぱね理想、もちろんそのモデルは、まあいろいろあるわね。有名な古着屋さんに行けばあるんだけど、やっぱバッチリ来るやつがないね。まあ確かにね。ピンとくるのがその金額払うならね、もうこの子って一目惚れした子じゃないと無理よね。今はね、その一目惚れを忘れてる状態。なるほどね。見つけなきゃ探さなきゃでなってるから、これダメだなと思って今は一旦引いてる。まあじゃあこの機会にもう一回行ってみたらいいんじゃない。まあ本当ね、毎日変わるからね、古着屋さんは。そういいんじゃないですか。続いてラジオネームのんちゃん8187さん。健太さん、陽介さん、こんばんは。こんばんは。私はスギ花粉は大丈夫なのですが、ハウスダストと他少し何かわからないアレルギーがあって、この時期体中がめちゃくちゃかゆいです。なぜか足首の内側と足の裏が特にかゆくて、常にかきむしってしまいかゆみに苦しんでいます。健太さん、陽介さん、花粉症以外に地味に苦しんでいる不調はありますか、ということで。珍しい。そんなとこかゆくなるんだね。まあ花粉症ぐらいかな。俺も花粉だね。花粉と最近はなんかね、寒暖差もやばかった。寒暖差アレルギーはね、出る人多いよね。確かにぐらいかな。不調はないですか。じゃあ不調はねないかな。もう俺もないもんな。でも俺ね、それこそ陽介ぐらいの年齢かな、にその忙しすぎて、視界がすりガラスみたいになっちゃう時があって、その疲れがピークになると、でそれが両目の時もあるし、右と左どっちか、片方そうなる時とかもあって、すげえやべえと思ってさ、その眼科に行って見てもらったら、なんていうの、その難病指定されてる病気っていろいろあるじゃん、それのなんかね、その難病指定されてる、これ治らない、研究も事例も少ないから治らないような症状ですって言われたことがあって。でも今は大丈夫。今はね割と大丈夫なんだけど、そのぐらいの時期に、陽介の年齢ぐらいの時期にその難病指定されてる目の病気、これはまあその症状と全く一緒だから、そうですって言われたんだけど、マジで症状出るタイミングが、突発すぎて読めないんだ。全く読めないのマジで。しかもパンって出たって思って、眼科連絡するじゃん。もしもしって、もうすぐ眼科って忙しいからさ、すいません予約取れません、明日でいいですか、明日でお願いしますって、寝て起きるともう治ってるわ。そうっていうのはあった。だからなんかずっと不安だったけど、最近はもうね出てこないから、まあ治ったんだろうなと思うけど。俺最近になってあれだよ、前言ったけどさ、写真撮られる時にそうね、カメラを見れない、っていうね。絶対一回そらしちゃうっていうのがあるな最近。なんか不思議なことを言ってたね。不調というか現象まあそういうのがね、まあ起こってくるわな。まあね、いろいろ、まあそれは付き合っていくしかないですからね。でも本当ね、なんかちょっとでも良くなればいいね。本当だね。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp
basaraka@fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカ、この後夜9時までお付き合いよろしくお願いします。スパイエアのバサラカ。お送りした曲はスパイアでオレンジでした。それではここからはこちらをお送りします。実況大賞発表会。今から僕たちが X でハッシュタグバサラカをつけて実況してくれた、ポストを対象に独断と偏見で実況対象を、決めていきますということで、実況対象の対象となるのは3月の放送分、3月7日、3月14日、3月21日、3月28日なんですが、なんと X がなんかちょっと仕様が変わっており、そうなんです。過去分が見れないので全く見れなくなったんだよね本当に、3月びっくり7日21日分がアカウントを特定できないので、そうなんです。アカウントが分かりません。選出ができませんでした。すいません、申し訳ないです。だからスタッフと俺らでちゃんとその、ねその人っていうのをちゃんと、写真を撮っときます。そうだね、スクリーンショットしておきましょう。スクショしてはい、はい、メモしておきます、はい、ということで、じゃあ3月の28 28日分だったらっていうあれですが、まあなんか、3月28日の放送自体は、もう本当に謎の声の正体健太さんだったのではないかという検証をしたり、ホラーな友達の話が来た回でした。そうね、もう聞いてるみんなが、もうよくねってなった回だねまだやるかいっていうまだやるんかいってなったね。じゃあ早速、じゃあもう今回は3月28日にお二人はい選出しました。はい、お願いします。一人目はルナさんの心霊現象までもネタにするスタッフさんに職人魂を感じる。てか深夜枠最終回これでほぼ終わっちゃった怖がるお二人には気の毒だけど、どっちの声にも聞こえないからバディになった幽霊のいたずらってことでおめでとう。じゃあその通りだよ。その通りじゃない。もうさ、心霊現象も、あまりに濃すぎすぎると、どうでもよくなるってね分かったよっていう、もういい、もう何でもいいよ何でもいいよみたいになってくるね、ほんとね。もうまさにこのなんだポストが、それを物語ってるね。ね、じゃあ、はい、続いていきますか。はい、続いてはほなおさんの貞子のテーマソングってちょっと凝ってるスーパーのテーマソングみたいなんだな。初めて知ったおめでとうあれね、ちゃんと聞いたらね、そう、結構ポップだよね。そう、あれさ知らないんだよみんな意外と、クールきっとクルーのところがもうあんまりにもフォーカスされすぎてて、ヘブントゥヘル、そうそうそうなんだろう、すげえ怖い曲かなって思うじゃん。俺も衝撃だったんだけど、めちゃポップなの。確かにクールきっとクールしか使われないもんね。そうで、その後のドゥ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 とかこんなポップなのみたいな確かにそう、確かにもう言われると、確かにそのちょっと凝ったスーパーのね、あるよね BGM 的なね。確かにな、それはねほんとそうだなって思う。なんかあったよね。お肉好き好き、お腹好き好き、そうステーキ唐揚げ生姜焼きみたいななんかもうそのテンションなんだよねあれそうテンポ感がね、テンポ感が。いやそうでしたね。そうなんだからみんな一回聞いてみてほしいね。実況大賞に選ばれたお二人おめでとうございます。おめでとうございます。選ばれたお二人にはバサラカスタッフから X の DM で後日連絡をしますので、スパイアのバサラカの公式 X をフォローして DM を送れるように設定しておいてください。お願いします。今月の放送も実況大賞やっていくので、引き続き皆さんハッシュタグバサラカでポストお願いします。はい、以上2026年3月の実況大賞発表会でした。スパイエアのバサラカ。お送りした曲はスパイアでダーリンでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。はいよ、今週もお悩み届いてます。行ってみましょラジオネームほなおさん。はい、健太さん、陽介さん、こんばんは。こんばんは。私は今年から大学生なのですが、今の大学を辞めてもともと目指していた大学を受験し直そうか考えています。
高校の時は親が負担してくれた受験料を無駄にすることにどうしても抵抗があって、確実に受かる方を受けよう、こっちの方が入学金も安いし奨学金で全部賄うから負担が大きいのは自分だけだと思い、勉強から逃げる選択をしました。でも今すごく後悔してます。バイトするなり親に頭を下げるなりしてでも挑戦すればよかったです。もし受験し直して成功すれば私の負担は今の半分になります。でも勉強時間を確保するにはバイトなどできないですし、親にもう一度負担をかけることになってしまいます。どうすればいいか分かりません。もしよろしければお二人の意見を聞かせていただきたいです。いやでも素晴らしいね。ね、いやまあ挑戦一択でしょこれはもう。した方がいい。した方がいい。まあ後悔すると思うな。そうね。そう後悔は絶対してほしくないしね。迷惑をかけるのは、後々挽回することができるわけ。できる。ただ後悔は取り戻せない。取り戻せない。ほんとそれ。親に頭下げよう。そうだね。でもうダメだって言われたら、それ大学ってさ言うてその、何歳でも行けるわけじゃん。行ける。そうだったらそのアルバイトするなり仕事するなりして2年とか1年2年をお金を貯める期間に当てて、その後大学に行くっていうのもありだと思うし、そう大学はね選択肢がそのなんていうの時間の選択肢もあるじゃんちゃんと、そうだからいいんじゃないかなって思うけどね。そう今通ってるところをどうするかはまたちょっと親と話し合ってたと思うけど、これは後悔しない選択の方がいいと思うけどな。確かにね。だからそっか確実に受かる方でって言われて、そうだから安牌の方に今行っちゃっててってことでしょ多分。どっちみち今の大学を卒業したとしても多分後悔が残るわけじゃん結果。あれ大学ってどっかを卒業するともう一回大学行くことはできないの？できると思うよ。できるの？できるんだ。できるんだったらその両親とさ、相談して今の大学は出ときなさいっていう話になるんだったら、今の大学を出て、で行きたかった大学に行くのもありだと思うし、今の大学を辞めて、そこからお金を貯めて、その目指すべき大学に行くのもありだと思うし、今の大学を卒業してからもう一回大学は、そっちの方が多分金銭的には現実味がない。ないんだ。そうか。じゃあ今のところやめた方がいい。学費もあるから。まあ確かにね。2つ学費でしょ、多分相当きついと思うから。確かにね。それだったらじゃあ今の大学を一旦辞めて、次の自分が望むところに行ってみるか。在学中に受験はできるの？その行きたい大学のテストを受ける。どうなんだろう。大丈夫なんだそれは。じゃあまあそれで受けて受かったらそっちに移行すればいいんじゃない？多分まあもう1年目の学費は払ってると思うから、そこはまあどの道だって多分受験は多分来年にはなるから、そうだね。まあそれがでも一番じゃない？もう後悔するならやっぱ後悔しない選択の方がいいよ。本当にね若い時間は大切だから。まあ、そのうちに挑戦することの方が全然大事だと思う。後回しってしちゃうと結局なんかね若い時やっときゃよかったっていう、またそれも後悔になるから、間違いない。これはしっかり多分自分が後悔しない道を選んだ方がいいと思う。両親と話し合って、そこはねしっかり話し合ってください。続いていきますか。ラジオネームありません。陽介さん、健太さん、こんにちは。私は現在22歳でアパレルデザイナーをしています。オフィスでは主に私を含む 2,3 人ほどで1日デスクワークをすることが多いのですが、その時にあまり会話がなく気まずい空気になってしまいます。私が気にしているだけかもしれませんが、一日中ほとんど会話もなく終わってしまう日もあります。もともと私は口数が多い方ではなくオープンな性格ではないため、話してもほとんど業務のことばかりになってしまいます。そこで上司と距離を縮められるような雑談のネタを提供していただけないでしょうかということです。なんだろうね、これ無理に話す必要ないんじゃない？ないと思うな。だって仕事でしょ？みんな多分黙々と仕事をしてるっていうだけの話でしょこれ。だからそれはそれで多分みんな今やりやすいんじゃないかなって思うしね。でその休憩の時とかか。要は休憩中。別にどうなんだろうね。まあなんかでも本当に世間話でいいんじゃない？そうね。でなんかさ、この間のニュース見ましたとか。そうもうそれでマジでいいと思うし、なんか上司とぱったりさこう
休憩中にどっか休憩室で会っちゃったとするじゃん、うんバンってうんその時にちょっと気まずってなるってことでしょ多分この人は、うんうんうん今日天気いいですねでいいと思う正とかね直、もうめちゃめちゃそれでいいと思う桜散ってきましたねそうそう雨嫌ですねとか、だからなんか多分その人懐っこい人ってそういうなんていうの定型文、このいやこいつ定型文来たなみたいなことを惜しげもなく、言える人がやっぱ人懐っこいと思うし、そういう人が結局やっぱり好かれるよね。そうだね。それはあると思う。そうそう、だからなんか本当に世間話を、なんだろう、何も考えず、これ話したら上司困るだろうなとか思わず、とりあえずそう発する。発する。その服どこで買ったんすかみたいな。そうお前あんま興味ないだろって言われても、いやそうなんすけどねみたいなそうもうっていう受け答えでこう回っていくからね、会話って。そうなんか普通になんか結果までをいちいち予測してってなると、やっぱそうやってこうね、いろいろ言葉詰まっちゃって何話したらいいかなとかなるから、とりあえず自分がもうぼやきみたいなことを話にするね。ぼやき社員になってる。いやでもめっちゃそれ重要だと思う。そういうのがやっぱコミュニケーションにつながるからね。確かにね。頑張ってほしいですね。全く取らないは取らないで、それはまたちょっとね、雰囲気的にもだし、自分のその社会性にもね、今後影響してくるだろうから、まあそんな感じでラフに言ってみればいいんじゃないですかね。考えすぎないことですね。はい、ということで番組では皆さんからのお悩み募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので、気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みお待ちしてます。スパイアのまさらか。お送りしているのはスパイアでリバースです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングですということで、4月もう始まって、やっぱこう新生活でそうやっていろんな環境にで出会ったそういう悩みとかが、やっぱちょっと多いですね。多いし、僕らも X の仕様が4月で多分変わりましたね。実況対象申し訳ない、ちゃんとスクショします。そう本当にこういうこともあるんだなって思わされた3月。そうね。そして新しくシステムを変えていく4月ということで頑張っていきましょう。これからもいい結果報告とかもお待ちしてますよ。はい、お願いします。現在ニューアルバムリバース発売中です。そのアルバムを引っ提げてのホールツアースパイアツアー2026リバース、開催中です。次回は4月29日水曜祝日、北海道札幌教育文化会館です。ぜひ遊びに来てください。はい、お願いします。そして5月20日スパイア単独野外ライブ Just Like This 2025を収録したブルーレイ DVD プラス CD リリースします。こちらも盛りだくさんなのでぜひ聴いてみてください。はい、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしております。はい、ということでメッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp BASARAKA @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。